はい。皆さん、こんにちは。デイリージャパニーズトークのお時間です。はい。今日はですね、歯の話をしたいと思います。ね。皆さん、歯ありますか？歯ありますか？ほとんどの人があると思います。はい。私も結構たくさんあります。歯が。ね。はい。ただね、私は先週、歯を抜きました。一本。そう。どの歯を抜いたかというと、一番奥の親知らずです。はい。親知らず。これ英語だとウィズダムティースって言ったりすると思うんですけど、一番奥にある、8番目の歯ですね。親知らず。はい。日本語で言うと親知らずっていう、なんかちょっと面白い名前ですよね。うん。なんで日本でこれを親知らずと言うかとですね、この歯って、だいたい20歳くらいになった時に生えてくる、出てくる歯なんだって。で、なんかその時って、昔は、だいたいもう親と一緒にいない、家を出ている年齢だったので、その親が知らない歯という意味で親知らずという名前になったそうです。はい。今はね、もう20歳だったら親と一緒にね、生活してるから、ね、ちょっとお母さん親知らずが生えたってね、言う方もいると思いますけど、はい。私はね、親知らずが4本全部あるんですよ。で、去年1本下の歯を抜いて、これがね、ちょっと大変だったんですけど、で、先週上の歯を1本抜きました。はい。で、あと2本あるんですけど、この2本はあんまり問題じゃないので、抜くか抜かないかはわからないですけど。はい。皆さん親知らず抜きましたか？全部。ね。これ結構国によってね、親知らずを抜くか抜かないか違ういろんななんか方法があったりするみたいですよ。うん。日本だと、だいたい1本ずつ、なんか少しずつ抜くんですよ。で、歯医者さんに行って、麻酔、痛くないように、なんか抜いた時めっちゃ痛いでしょ？その痛くないように、まず薬を入れて、で、なんか、叩いても痛くないよっていう風になってから、抜くんですよね。うん。だから、一本ずつ抜くから、あんまり痛くないんだけど、時間がかかったりする。うん。でも結構海外だと、4つも一緒に抜いちゃうみたいなことも多いっていうふうに聞いたことがあります。結構海外では、日本では少しだけその麻酔、痛くならないように薬を入れるんですけど、海外、どこの国かわかんないけど、だと、なんか全身麻酔を使う時もある。もう全部の体に痛くないように行くようにするみたいな。そう。で、薬を打って、歯を4本同じ時に抜いてしまうっていうね、国もあるみたいなんですけど、皆さんはどっちでしたか？うん。ね。私は今回、その上の歯は、多分3分くらいで抜きました。なんか、行きますよーみたいな感じで。パキッ、パキッみたいな。で、あ、終わりました。お疲れ様です。みたいな感じで。そう。で、この1本抜いて、料金は1830円でしたね。1830円。もちろん私は保険に入ってるので、1830円でした。はい。皆さんの国はいくらぐらいかかるんでしょうか？これが安いのか高いのかわかりませんけど。うん。でもね、あのー私なんか歯を褒められるんですよ。よく。歯医者さんに行った時に。うん。なんか今回もその親知らずを抜いた時に、抜くじゃないですか。で、私がなんでこの親知らずを抜いたかというと、あの、歯を磨く時に、ちょっと磨きにくいから、虫歯になってしまう。歯が悪くなっちゃうから、抜いた方がいいって言われて、今回抜いたんですよね。そう。で、抜いたらやっぱりちょっとなんかもう、少し虫歯みたいになってて、私は、わあ、よかったと思って。
ですけど、なんか歯医者さんは私の歯を見て、これ珍しいですよ、つって。根元が4本ありますって言われて、根元っていうのは、その歯のなんか足みたいなところ。うん。大体なんか、歯の足ってなんか2本とか3本ぐらいみたいなんですけど、私はなんか4つあったみたいで、足が。そしたらなんかその歯医者さんが、珍しいですよ、みたいな。持って帰りますって言われて、いや大丈夫です、みたいな。自分の歯ってあんまり持って帰りたくないよね。うん。で歯医者さんは、いいんですかみたいな。珍しいのに、みたいな。はーと思ってね。うん。で、実はね、その、前回、下の歯の、親知らずを抜いた時も、私の歯はなんか、褒められたというかなんか、普通じゃないみたいなことを言われたんですよ。そう。なんか、私の歯ってなんかすごい強いらしくって、下の歯って結構抜くの大変なんですよね。上の歯よりも下の歯の方が結構大変。だから、その、下の歯を抜くときに、普通の歯医者さんじゃなくて、なんか特別な、なんか、スペシャルドクターみたいな。なんか親知らずを抜くためだけに来たみたいなお医者さんが来て、よろしくお願いします、みたいな。私も、大丈夫かなみたいな。初めてだったから、よろしくお願いしますって言って。でもその麻酔をしてくれるんですよね。で、麻酔をしたら、もう全然痛くないのよ。何しても。全然大丈夫ですって。で、私が聞いていた話だと、10分ぐらいで抜き終わりますと言われてたの。だから私も口を開けてね、こうやって。まだかなーって思ってたの。でね、なんか10分経ってもなんか全然終わらなくて、まだなーって思って。そしたらなんか、その、まあ、声とかね、聞こえるんだよね、普通に。そしたらそのなんか、歯医者さんがそのスペシャルドクターみたいな人が、なんか、いや、ちょっとおかしいな、みたいな。ちょっとおかしいな、みたいなことを言い始めて、で私も怖いじゃん。何がみたいな。大丈夫そうみたいな感じになって。そしたらなんかスタッフがなんか、一人、二人ってなんか少しずつ私の顔の周りにスタッフが集まり始めて、ちょっと手伝ってみて。はい、みたいな感じ。なんか結局30分ぐらいかかって、しかもスタッフも3人ぐらい私の周りにいて、まあ痛くないんだけどさ、なんか音とか聞こえるじゃん。ね。で、お医者さんのさ、会話とか、もう何を話しているかとか、私聞こえるからさ、なんか、ちょっと、おかしいな、みたいな。ちょっと、おかしいな、みたいな。なんとか持ってきて、みたいな。なんか特別な、なんか道具みたいな。とか、ちょっとあれ持ってきて、とか、ちょっとあれお願いとか、いろいろやって、結局30分かかったのね。うん。で、なんかもう、まあ、いろいろ時間がかかったから、すごいもう私のここのね、結局、もうすごい血が出たりして、もう大変だったんだけど、まあ、痛くないんだけどね。で、なんか、なんでそんなに大変だったかというと、私の歯の足また足なんだけど、私の歯の足って、さっきは4つだったのね。で、今度は2つだったんだけど、その2つって普通なんかほんと足みたいにこう、立ってるはずなんだけど、なんか、あなたの、その、まあ、根元って言うんだけど、その根元は、ドーナツみたいに丸くなってますって言われて。え聞いたことないと思って。なんかドーナツみたいに丸くなってるから、もう抜けないんだよね。そう。で、だからスムーズに抜けなくて、なんかお医者さんは、なんか、あれみたいな。おかしいなみたいな感じになってたらしいです。はい。だから私の歯はなんか、強い。褒められました。はい。まあ、まあ、皆さんもね、親知らずを抜くときは、気をつけてくださいね。はい。私はね、下の歯を抜いたとき、その、ドーナツみたいになってた歯を抜いたときは、1週間、2週間ぐらい痛かったです。はい。なので、親知らず、気をつけてね。はい。でも、早めに抜いた方が、悪くなっちゃったり、虫歯になったりするので、気をつけてください。はい。ということで、今日は私の歯の話でした。はい。それではまた次回。さようなら。